霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著1その生い立ち。修行も未熟、資料も足りない。一人の昔の女性がおこがましくもここにまかり出る幕でないことはよく存じておりまするが、今も再々お呼び出しに預かり、ぜひ詳しい通信をと続けざまにお催促を受けましては、ついその熱心にほだされて無限にお断りもできなくなってしまったのでございます。それにまた神様からも、せっかくであるから通信したがよいとのおぼしめしでございますので、今回いよいよ思い切ってお言葉に従うことにいたしました。私としてはせいぜい古い記憶をたどり、自分の知っていること、また自分の感じたままを作らず飾らず素直に申し述べることにいたします。それがいささかなりとも現世の方々の研究の足しともなればと念じております。どうぞあまり過分の望みをかけず、お心安くお聞き取りくださいますように。ただ私として前もってここに一つお断りしておきたいことがございます。それは私の現世生活の模様をあまり根掘り葉掘りお尋ねになられぬことでございます。私にはそれが何より辛く、今更何の取り柄もなき昔の身の上などをつゆほども物語りたくはございませぬ。こちらの世界へ引き移ってからの私どもの第一の修行は、なるべく早く醜い地上の執着から離れ、なるべく速やかに役にも立たぬ現世の記憶から遠ざかることでございます。私どもはこれでもいろいろと工夫の結果、やっとそれができてまいったのでございます。で、私どもに向かって身の上話をせいとおっしゃるのは、いわばかろうじて治りかけた心の古傷を再びえぐり出すような、随分むごたらしい仕打ちなのでございます。有名の世界を試みられる人たちは常にこのことを念頭に置いていただきとう存じます。そんなわけで私の通信は主に私がこちらの世界へ引き移ってからの経験、つまり誘拐の生活、修行、見聞、感想といったような事柄に力を入れてみたいのでございます。またそれがこの道に携わる方々の私に期待されるところかと存じます。無論精神を統一してじっと深く考え込めば、どんな昔の事柄でもはっきり思い出すことができないではありませぬ。しかもその当時の光景までがそっくりそのまま形を作ってありありと目の前に浮かび出てまいります。つまり私どもの生涯にはほとんど過去、現在、未来の差別がないのでございまして。でも無理にそんな真似をして足利時代の絵巻物を繰り広げてお目にかけてみたところで、大した値打ちはございますまい。現在の私としては到底そんな気分にはなりかねるのでございます。と申しまして、私が今いきなり死んでからの物語を始めたのでは何やらあまり唐突。この世とあの世とのつながりが少しもわからないので、取り付く島がないように思われる方があろうかと感じられますので、甚だ不本意ながら私の現世の経歴のほんのあらすじだけをかいつまんで申し上げることにいたしましょう。乗りかけた船とやら、これも現世と通信を試みる者の免れがたき運命。業かもしれませぬ。私は実は宗州新井の城主三浦道寸の祖荒次郎義満と申す者の妻だったものにございます。現世の呼び名は小桜姫。時代は足利時代の末期、今から約404年の昔でございます。もちろんこちらの世界には昼夜の区別も月日のけじめもありませぬから、私はただ神様から伺って、なるほどそうかと思うだけのことに過ぎませぬ。400年といえば現世では相当長い月日でございますが、不思議なものでこちらではさほどにも感じませぬ。多分それはじっと心を静めて無我の状態を続けておる間が多いせいでございましょう。
私の里でございますか。里は鎌倉にありました。父の名は大江広信。代々鎌倉の幕府に仕えた家柄で、父もやはりそこに勤めておりました。母の名は今朝代。これは加納家から嫁いでまいりました。両親の間には男の子はなく、たった一粒種の女の子があったのみで、それが私なのでございます。したがって私は子供の頃から随分大切に育てられました。別に美しいほどでもありませぬが、体はまず大柄な方で、それに至って達者でございましたから、私の娘時代は全く苦労知らずのちょうど春の小鳥そのまま、楽しいのんびりした空気に浸っていたのでございます。私の幼い自分にはじじもばばもまだ存命で、それは目にも入れたいほど私を寵愛してくれました。良い日和の折などには、私はよく二三の腰元どもに貸し付かれて、長谷の大仏、江ノ島の弁天などにお参りしたものでございます。寄せては返す七里ヶ浜の波打ち際の貝拾いも、私の何よりの好きな遊びの一つでございました。その自分の鎌倉は武家の屋敷の立ち並んだ物静かな、そして何やら武骨な町で、商家といっても品物は皆奥深くしまい込んでありました。そうそう、私はつい近頃ふとした折にこちらの世界から一度鎌倉を覗いてみましたが、赤瓦や青瓦で拭いた小さな屋敷のぎっしり立て込んだあのけばけばしさにはつくづく呆れてしまいました。あれが私の生まれた同じ鎌倉かしら。私は一人そうつぶやいたような次第で、その頃の生活状態をもっと詳しく物語れとおっしゃいますか。致し方がございませぬ。おしゃべりのついでに少しばかり思い出してみることにいたしましょう。もちろん順序などは少しも経っておりませぬから、どうぞそのおつもりで。